皆さんこんにちは、石野香穂です。今回は書道初心者によくある字が大きくなってしまう原因トップ3ということでお話をしていきます。皆さん普段半紙の練習をするとき、半紙に4文字から6文字収めて書かれる方が多いかなと思うんですけれども、その時にちょっと字が大きくなりがちだなとか、半紙にうまく文字を収めることができないななんて経験はありませんか？今回は初心者がよく陥りがちな字が大きくなってしまうけど、なんでなんだろう、なかなか解決できないっていうところにフォーカスをしてですね、原因を探っていきたいと思います。今日はですね、大きくなってしまう原因の3つ先に答えを言っちゃいます。まず1つ目、線が太い。それから2つ目、書き出しからミスってる。最後3つ目、その字しか見てないですね。だいたいこの3つに原因が隠されているかなと思いますので、一つ一つ丁寧に解説していきたいと思います。今回の動画最後までご覧いただけましたら、毎回必ず半紙に綺麗に収めるところまでゴールを持っていけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。字が大きくなる原因トップ3、1つ目は線が太いですね。まずこちらの画像をご覧ください。グリーンの枠で囲ってあるものが半紙の実物大手本で、その隣が少し線が太くなってしまったものになります。こちら比較していただくと、線が太いだけでですね、文字がペタッと見えたり、文字が膨張して見えたりして、なんとなく受ける印象が大きいな、でかいな、なんかベタッとしてて散漫な印象を受けるなみたいな、引き締まり感が足りなかったりしますよね。太くなることによってこれだけ見た目も変わってきますので、じゃあどうすれば細くなるのかっていうところをちょっと動画で丁寧に解説していきたいと思います。はい、それでは線が太くなってしまって字が大きく見えてしまう方、これをですね解決していきたいと思います。おそらくですね、字大きくなってしまう方って第1画目から結構ベタっと置いてしまったりとかして、それでだんだん1画目の基準の太さとか基準の大きさに合わせて山とかって書いていってしまうので、全体的に5文字を収める時の字の大きさがドーンとでっかくスタートしてしまうっていう方が多いような印象を受けますね。実物大のお手本を見ている場合ですけれども、起筆しっかり入ります。真似してます。最後までしっかりいきます。で、大体同じ長さで書くとします。でもお手本よりちょっと太くなってしまいました。この場合2画目どういう風に次書いちゃうかっていうと、お手本はここからスタートしてます。あ、この辺の距離感このぐらいかみたいな感じで見えてますよね。で、その見えてるのを再現しようとするので、そうだな、このぐらい距離必要だからこの辺からスタートしようって言って、でまたベターってなりますよね。ここでしっかり点節部分を置きます。同じ長さぐらい引くように丁寧に書いていきます。で、全くお手本と同じだけ、指1本分強ですよね。そのぐらいの余白が同じ程度空きました。なのにもう仕上がり方違うと思いません？最後3画目まで入れてみましょうか。ここも大体同じぐらいの余白、お手本で見えた通りに書いたのに、なんで自分が書くとでかくなるんだろうってなるわけですね。1ミリも狂わないようにお手本に近づけようとしているのに大きくなる。本来ですよ、お手本はこの肉づきで縦線がスタートしているわけですね。ところが微妙に太くなってしまうことによって余白の見え方っていうのが変わってきます。このお手本通りの太さで書けていれば、次入筆するところこの辺になってたはずなんですよ。そしてお手本と同じ余白ぐらいってなってたはずなんですけれども、そういうことによって同じだけの余白を取った結果が大きくなる。本人の無意識のうちにめっちゃ一生懸命書いてるのに全然収まらない、5文字もねはみ出たりとか、名前書く場所なくなったりとかっていうことにつながっていくわけですね。まずは線が太いっていうところを気をつけることによって字が大きくなってしまうというのは解決できるかなというふうに思います。字が大きくなる原因トップ3、 2つ目は書き出しからミスってるですね。これ結構本当に多いパターンで、字が大きくなりますって余白がなくなっちゃいますみたいな方って、1画目のスタートの置き位置、これが大きくずれてるっていう場合が意外と多かったりするんですよね。これの簡単な解決方法っていうのがありますので、ぜひですね真似してみてください。こちらの動画ご覧ください。はい、それではさっき山って書いたんで、次晴れるっていう字で解説していきたいと思います。字が大きくなる原因が書き出しから違うっていうことですよね。通常この見えてるここからスタートしようって思いますよね。紙面全体の、そうですね、真ん中からちょっと1センチ離れてるぐらいのところから1画目書き出してるなっていう感じで、この辺かなみたいな感じでスタートできるといいと思うんですよ。はい、という感じで、なんとなく同じように見えたところから書き始めてみました。ところが本人はそういう風に書いたつもりなのに仕上がりがバカでかくなってしまう、こういった方ってものすごく多いんですよね。じゃあ実際に同じような書き出し位置から始めたつもりのものを重ねてみましょうか。
じゃ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 ーん。見てください。これ半紙と実物大のお手本なんですけれども、めっちゃずれてますみたいな感じになるわけですよね。なので自分が思っている紙面全体のこの中心の認識自体がもしかしたら狂っている可能性が大なんです。そんなことないよってなるじゃないですか。で、騙されたと思って中心線折っていただきたいんですよね。こうやって中心線折るじゃないですか。だからもう真ん中はっきり分かりますよね。でもお手本見ながらこうやって真ん中線折ったとしても全く同じ場所に書くっていうのは結構難しかったりするので、次はお手本も半分に折ります。こんな感じでお手本も半分に折りました。はい、そうするとどうでしょうか。中心線から1本目の距離の見え方、さっき1センチ離れてるって私思ったけど、指2本分ぐらいあんじゃん。目から鱗みたいになるわけですよね。折ることによって初めてバランス感覚っていうのを自分で修正していくことができたりするんですね。初心者のうちって結構 1,2 年ぐらいはこういった字が大きくなるっていう悩みが多いですのでね。なので中心線折るっていうのがめちゃくちゃ画期的に効果あるわけですよ。よくね、紙折っちゃいけませんとかっていう風に言われたりすることもあると思うんですけど、練習段階で折るのは結構効果があるのでいいんじゃないかなという風に思います。でそうするとですよ、最初の一文字目書いた時の晴れると比べるとどうです？ 2 回目の仕上がり小さくなったと思いません？中心線を入れることによって正しい1画目の位置を認識することができて、結果的に文字を小さく収めることにつながっていくということですね。この1画目の書き出し位置の見え方が人によってかなり外側に来てしまうことが多いわけです。そうすると文字全体が拡張されていく原因の一つになってしまいますから、1画目これが肝心ですよということで、書き出し位置に注意しながら書いていきましょう。練習段階ではお手本と自分の書く半紙半分に折るっていうのが一番効果的ですので、まずこれから試してみてください。もちろんですね、場所に慣れたら折らない方がいいと思います。最初の 2,3 枚はこのようにして折っていただくというのが練習方法としておすすめです。字が大きくなる原因トップ3、3つ目はその字しか見てないですね。これどういうことかと言いますと、一生懸命になりすぎるあまり5文字入れなきゃいけない作品なのに全体像を見ずに今取り組んでいるその文字だけに集中してしまっているっていうことなんですよね。筆使いとか文字の形とかしっかり捉えて表現する上ではその字に集中するっていうのはものすごく大事なことですよね。ただ半紙に4文字とか5文字6文字収めていくってなった時に本当にその字しか見えてなかったらまずいわけですよね。全体としてバランスを取らなきゃいけないし、最後の5文字全部収めきった後の見栄えっていうのがすごく大事になってきたりするわけですので、全体を捉えながらしっかり見ながらもその字をしっかり書いていきましょうっていう、このまた難しい技術なんですけど、こちらもですね詳しく書きながら説明させていただきたいと思います。はい、それでは、その字しか見えてないことによって何がまずいのかっていうのを実際にお見せしたいと思います。1行目バランスよく入りましたっていう体でいきますね。4文字目、この1画目とか超奥深いんだった、気をつけようみたいな感じで超意識を研ぎ澄ませて書いてます。やばい、転接これも苦手なんだけど失敗しちゃやばいみたいな感じでこれしか見えてない状態ですね。左払い、うわーちょっとやばい、太かったかなとかなんか心の中で思ってるとします。いや、ここめっちゃ太さ出すの難しいんだよな。丁寧に丁寧に、うおーギリギリなんとかセーフかなみたいな感じで心の中で思いすぎてる状態ですね。でこういう風に一文字に集中して一画一画こう意識しながら書けてるって素晴らしいことだと思うんですね。ところが実際にこう仕上がってみた時にどういう感じに見えるかっていうと、なんかめっちゃここ近かったなとか、この余白足りなかったしみたいな感じで、晴れるっていう字こんなに引き締めたのに道ちょっと広がっちゃったよみたいな、もっと変化つければよかったですね。文字に集中してると周りが見えなくなるので、こう一画一画こうやって例えば集中してったら、あれなんか一画一画集中しすぎて字形変になったとかっていうことだったりとか、文字の幅が他の字と全然調和が取れないってことになってくるので、一字だけに集中してるとバカでかくなるっていうことなんですよ。じゃあどうすればでかくならないかっていうと、例えば他で引き締めたところありますよね。こういう風に急進的に書けたわけですよね。で手足の長いこう大人びた字があるのであれば、こういう字形に合わせてその次に来る字も書いてあげないと調和が取れないわけですよね。この引き締め方をこっちでも再現しないといけないんです。つまり道って書くときにいかにして晴れると同じ大きさに見せれるか。
だいたい画数一緒ぐらいの文字だったら同じぐらいの大きさに見えた方がいいですからね。例えばここの角度的にこう下に降りてくる感じにしようみたいな感じしますよね。で右払いは逆にこう広がりを持っても大丈夫なので、左払いと右払いの角度で左右対称にしないように作ってみました。そうすることによって口の位置とかももっと内側に寄ってくるわけですよね。この晴れるっていう字の引き締まり方とここの引き締まり方が統一されるので、一緒ぐらいの文字の大きさでうまくまとまったなってなるわけですね。先ほどの道っていう字と、今作った道っていう字の字形を比べてみましょう。そうするとここの余白の見え方全然違いますよね。こっちは急進的に引き締まって書けてるので手足が長く感じます。しかも角となる部分がキュッとなってるので字の大きさ自体もちっちゃく見えるわけですね。これは角となる部分がなんとかこう収まってはいるものの結構広がってるわけですよ。丸で囲むとよくわかりますね。これだけ大きさの差があるわけです。いかにして文字の角となる部分のこの大きさを揃えていくかっていうことですよね。でここを急進的に書くからこそ手足の長さも強調され大人びた文字になり、そういう部分を意識しながら書くことによって初めて字の大きさが揃っていくわけです。幅を一緒にしよう、背の高さを一緒にしよう、これでは同じ文字の大きさで書くことは不可能ですから、今説明したことを練習の中に取り入れながら意識づけしていくことによって毎回小粒の文字で仕上げていくことができます。はい、ということで今回は初心者に多いお悩みである字が大きくなってしまう原因トップ3ということでお話をしてきました。おさらいしていきますと、まず1つ目、線太くなってませんかという、これは一番気をつけたいことですよね。それから2つ目、書き出しからミスってる。書き出しの位置ってなんか思い込みが結構強いとここで間違いないと思ってスタートしちゃうので、意外とそれを修正する段階が必要だったりとかするっていうことですね。今一度見直しましょうというお話でした。それから3つ目、その字しか見えてないっていうことはありませんかという、漢詩全体の大きさを把握した上でその文字を書くとか、前後に来る文字を見ながらそれと同じ大きさになるように急進的に書くっていうことでしたね。今回紹介したポイント全て押さえて書けると、毎回漢詩に綺麗に文字を収めることができて、心地のいい余白も生んでずっと見てても飽きない作品っていうことにつながっていくかなと思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回の動画ためになったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。うまくいきましたとかうまくいきませんでしたなどの感想もコメントいただけますと嬉しいです。でもしですね、チャンネル登録されてない方まだいらっしゃいましたら、チャンネル登録をしていただくことによって最新の動画を見逃さずに済みますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も最後までご清聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた、バイバイ。